ちは、M です。まずは購入品を紹介します。お肉、豆腐、そうめん、冷凍食品、野菜などを買いました。冷蔵庫にある食材も使って5日分の韓国ご飯作っていきます。1日目は鶏胸肉とそうめんを使って韓国の冷やし鶏そうめんチョゲククスを作ります。まずスープを作ります。水と砂糖、お酢、塩、だしだ、鶏ガラスープの素を混ぜます。混ぜたら冷凍用の保存袋に入れて凍らせます。鶏胸肉は火が通るまで茹でます。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂いておきます。裂いた鶏肉に砂糖、醤油、お酢、からしで下味をつけます。そうめんにのせるトッピングも準備します。凍らせておいたスープを取り出して状態を確認します。硬すぎる場合はそのまま少し置くか、少しだけ電子レンジにかけます。続いてそうめんを茹でて冷水で洗っておきます。器にそうめんを盛り、鶏肉と冷たいスープを加えます。きゅうり、ゆで卵、ミニトマト、わかめをのせて完成です。副菜にナスを使ってジョンを作ります。まずナスを縦に薄く切ります。ビニール袋にナスとチヂミ粉を入れて全体にまぶします。ニラを細かく刻みます。ボウルに卵、ニラ、塩を入れて混ぜます。ナスに卵液をつけて油を多めにひいたフライパンで焼きます。ごま油、醤油、ごまを合わせたタレでいただきます。あとは簡単にサンチュの和え物も作ります。調味料を混ぜてちぎったサンチュを軽く和えるだけです。1日目は夏にぴったりの冷たい麺と旬のナスを使った簡単だけど満足感のある副菜を合わせた献立です。2日目は豚肉とズッキーニを使って少しピリ辛なズッキーニチゲを作ります。まず豚肉を食べやすい大きさに切ります。にんにく、醤油、みりん、ごま油、胡椒で下味をつけます。その間にズッキーニ、玉ねぎ、豆腐、ネギを切ります。フライパンに油を引き豚肉を炒めます。ある程度火が通ったら粉唐辛子とコチュジャンを加えます。水といりこだし、醤油を加えて煮ていきます。沸騰したら豆腐とズッキーニ、玉ねぎを入れ、火が通るまで煮ます。最後にネギを入れてお好みで塩で味を整えて完成です。豚肉のうまみたっぷりの少しピリ辛なチゲができました。副菜にわかめの炒め物を作ります。わかめを水で戻し、水気を切っておきます。玉ねぎと人参を切ります。フライパンに油を引き、ニンニクを入れて香りを出します。人参と玉ねぎを入れて軽く炒めます。わかめと醤油も加えます。
最後にごまを振ってわかめ炒め完成です。もう一品、レンジでケランチムも作ります。人参を細かく刻み、カニカマを切ります。水を入れた容器に卵を割り入れ、砂糖と塩を加えてよく混ぜます。耐熱容器に人参とカニカマを入れ、卵液を注ぎ、電子レンジで加熱したら完成です。2日目は具沢山のチゲに副菜を2品添えて、満足感のある献立になりました。3日目は鶏もも肉とトッポギのお餅を使ってハニーガーリックチキンを作ります。鶏もも肉を食べやすい大きさに切り、塩、胡椒をして牛乳につけておきます。タレに使うニンニクを粗みじん切りにします。砂糖、醤油、みりん、蜂蜜、刻んだニンニクを混ぜてタレを作ります。トッポギのお餅を水につけて戻し、ニンニクと一緒に先にフライパンで焼いて取り出しておきます。牛乳につけておいた鶏肉に小麦粉と片栗粉を加え、ざっくり混ぜます。多めの油で両面をこんがり揚げ焼きにします。フライパンにタレを入れ、ふつふつしてきたら、鶏肉、お餅、ニンニクを戻します。全体にタレを絡めたら完成です。ニンニクの効いた甘いソースがチキンとお餅によく絡んだ一品です。チキンに欠かせない付け合わせのチキンムも作ります。砂糖、お酢、水を混ぜて火にかけ、角切りにした大根に注いで漬けるだけです。最後にきゅうりを切ってコチュジャンとマヨネーズを混ぜたソースを添えます。3日目は甘くてしっかり味のチキンにさっぱりした生野菜を添えた献立です。4日目はトウモロコシと牛ひき肉を使ってトウモロコシご飯を作ります。まず包丁でトウモロコシの実をそぎ落とします。研いだお米に2合分の水を入れ、塩を加えて軽く混ぜます。だし昆布、トウモロコシの実と芯を乗せて普通に炊飯します。次にトッピングの牛ひき肉を作ります。砂糖、ニンニク、みりん、醤油、胡椒を加えて炒めます。ご飯にかける醤油ベースのヤンニョムダレも作ります。ネギを刻んで調味料と混ぜるだけです。炊き上がったら芯と昆布を取り出します。バターを加えて全体を混ぜます。器に盛って小ネギ、牛肉、ごまをのせたら完成です。ヤンニョムダレをかけて混ぜても美味しいです。副菜に豆腐のピリ辛煮を作ります。豆腐、玉ねぎを切ってえのきをほぐします。タレを作ります。砂糖、ごま、粉唐辛子、にんにく、オイスターソース、醤油、ごま油、水を混ぜ合わせます。油をひいたフライパンで豆腐を両面焼きます。えのき、玉ねぎ、タレを加えて煮詰めます。煮汁が少なくなったら完成です。もう一品、ズッキーニでナムルも作ります。
食べやすく切ったズッキーニを耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで加熱します。水気を切ってニンニク、ごま油、塩、ごまで和えたら完成です。4日目は優しい味のトウモロコシご飯にご飯が進む豆腐のピリ辛煮を合わせた献立です。5日目はトッポギのお餅と牛乳、チーズを使ってロゼトッポギを作ります。まずお餅を水につけて軽く戻しておきます。おでん、玉ねぎ、ネギを切ります。ウインナーも入れます。鍋に砂糖、醤油、ニンニク、粉唐辛子、コチュジャン、牛乳を加えてよく混ぜます。火にかけてふつふつしてきたら、お餅と具材を加えて煮ます。具材に火が通ったら粉チーズとスライスチーズを加えて、チーズが溶けたら完成です。辛さ控えめでクリーミーに仕上がりました。次はツナマヨのチュモッパを作ります。まずハムと人参を細かく刻んで卵を溶きます。油を切ったツナにマヨネーズを混ぜておきます。ハムと人参を炒め、卵を加えて炒り卵にします。ごまを振ってご飯に炒めた具材を混ぜます。ご飯の中にツナマヨを入れて握っていきます。韓国海苔をまぶしたら完成です。冷凍の野菜かき揚げを買ったので、エアフライヤーで温めます。韓国ではトッポギのソースに天ぷらをつけて食べるのが定番です。5日目はクリーミーなロゼトッポギにコロンとした韓国っぽさ満点のチュモッパを合わせた献立です。最後までご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。